うちの息子は一流商社に内定したの。この中であなただけ高卒の低学歴よね。今すぐ出て行ってちょうだい。身分の違いを思い知れ。妹の結婚式で新郎家族に馬鹿にされる俺。俺の両親は困ったような笑顔を浮かべるだけ。新郎と妹はニヤニヤと下品な笑いを浮かべて、俺を馬鹿にしたように見ていた。これ以上、ここにいたくない。わかりました。出て行きます。素直に従い、部屋を出て行く瞬間。身分の違いね。こっちのセリフですよ。そして、式が終わり、数日後。俺の家の玄関先で、妹夫婦と新郎両親が、俺に向かって土下座をしていた。俺の名前は西田夏夫。俺の顔には生まれつきあざがある。そのくらいのあざなんだって言うのよ。別にいいでしょ、男の子なんだし。小学校の時、周りの子にひどくあざをいじられ、傷ついた俺は不登校になってしまった。そんな俺に母は呆れた様子でそう言うだけ。父も、その程度で不登校なんて、と、母と同じく呆れた顔をしていた。2歳年下の妹のアイナは、身内に引きこもりがいるとか最悪なんですけど、そう言って俺を毛嫌いしている。この家に俺の居場所はなかった。そして不登校のまま小学6年生になったある日のこと。夏男、メイクしよう。幼馴染の美香子が突然そう言って俺の部屋に入ってきた。美香子とはずっと仲のいい友達だったけれど、不登校になってからしばらく会っていなかった。メイク？そう。あんたが気にしてるそのあざ、メイクで消せるかもしれないわ。美香子はバッグの中から大量の化粧品を取り出す。お小遣いとお年玉を使っていろいろ買ってきたの。俺のために？私のためでもあるのよ。あんたと会ってない間にメイクにハマってね。将来はメイクアップアーティストになりたいの。あんたみたいに悩んでいる人をメイクで手助けする人になるのが私の夢よ。男がメイクをするなんて、と抵抗はあったけれど、薄くなったあざを見て、俺は心底驚いた。メイクってこんなこともできるんだ。でも完全に隠すにはまだまだね。これから動画見たりして勉強するわ。それからというもの、美香子は毎日のように俺の部屋に入り浸った。よし、完璧ね。そして中学入学直前になり、美香子は完璧に俺のあざを隠す技術を身につけたのだ。すごい。でしょ？これでまた一緒に学校に行けるね。コンプレックスだったあざを隠すことができて、俺の世界が一気に明るくなる。美香子と一緒に中学に通えるようになり、毎日楽しく過ごすことができた。そして俺は自分のコンプレックスを隠してくれるメイクにとても興味が湧き、美香子に教わりながら独学で勉強。将来は化粧品関係の仕事に就きたいと思うようになった。しかし、男がメイクなんて、お小遣いやお年玉を使ってメイク道具を集め出した俺に、両親は心底嫌そうな顔をした。お前女かよ。キモいんだよ。高学年になり、口達者になった妹は、毎日俺を罵倒してきた。本当は美容の専門学校に行きたかったけれど、この調子じゃ両親は学費を出してくれないだろう。毎日のように浴びせられる妹からの罵倒も辛い。仕方ない。高校卒業したらこの家を出よう。働きながらお金を貯めて美容の道に進もう。そして俺は高卒で地元企業に就職。お金を貯めてすぐに家を出て一人暮らしを始めた。一人暮らしがこんなに快適だなんて。肩身の狭い思いをせずにのびのびと自分の好きなことができる。それから俺は昼間は仕事、帰宅してからはメイクの練習と
充実した毎日を送った。そして高校を卒業して6年後、久々に母親から連絡が来て、こんな報告を受けた。アイナが結婚するのよ。式には出てちょうだいね。高校を卒業して以来、実家には一度も帰っていない。両親から帰ってこいと言われなかったし、このままずっと没交渉だろうな、と思っていたのだが。俺が出席したら、アイナは嫌がるだろう。家族が欠席なんて世間様に顔向けできないでしょ。いいから来てちょうだい。俺の気持ちより世間体かよ。相変わらずの母に呆れたけれど、頼まれたからには仕方ない。終わったらさっさと帰ろうと決意して、妹の結婚式の日を待った。そして、式当日。予定時間ぴったりに会場へ到着し、スタッフに声をかける。親族様はこちらの部屋へどうぞ。確か、結婚式の前に親族で顔合わせをするんだっけな。さっさと自己紹介して、あとは空気になろう、と考えつつ部屋に入る。遅かったわね。母親の言葉に、時間通りだよ、と言いかけたが飲み込む。妹は俺を一別して、ふいっと顔をそらした。綺麗なウェディングドレスを着ているのに、その中身は相変わらずか。あら、そちらの方は？俺が部屋に入ってきたのに気づき、着物姿の女性が俺の母親に尋ねる。こちらはアイナの兄でして。まあ、この子が噂の。アイナさんから話は聞いてますわ。ニコニコと笑顔を浮かべる女性。新郎、瑛太さんの母親だろう。愛想のいい笑顔に、俺も思わず笑顔を浮かべて自己紹介をしようとする。ところが、大卒のアイナさんと比べて、頭の出来が悪くて高卒のお兄さんでしょ？突然の暴言に、俺の笑顔は固まってしまった。するとそこに、タキシード姿の男性、新郎の瑛太さんもやってくる。この人がアイナの兄貴？高卒って感じの顔してるわ。ニヤニヤといやらしい笑みを浮かべる瑛太さん。俺は呆然と二人の顔を見る。なぜ初対面でこんなに馬鹿にされなきゃいけないんだ？というか、普通初対面で他人をここまで馬鹿にするか？信じられない気持ちで二人の顔を見ていると、アイナもドレスを引きずりながら俺の元へやってきた。そうなの。そいつ、我が家の恥なのよね。ママがどうしてもって言うから呼んだんだけどさ。思わず両親の方を見ると、曖昧な笑顔で笑っている。このままなあなあに済ませたい、といったところか。そういえば、アイナは昔からテストの点をよく自慢していた。お兄ちゃんはこんな点数取れないでしょ？だって引きこもりだもんね。どうやら俺の妹は学歴重視の偏見野郎に育ってしまったみたいだ。そして、そんな妹の相手も家族ぐるみで学歴重視。とんでもない夫婦が誕生してしまったなと、思わず頭を抱えそうになった。地元の小さい会社にお勤めなんですって？高卒じゃその程度よね。ほう、給料はどのくらいだ？子供の小遣いレベルだろうな。おいおい、よしなよ父さん母さん。一応これでもアイナの兄貴なんだからさ。ケラケラと笑い声を上げる瑛太さん一家。その横でアイナもニヤニヤと笑っている。うちの息子は一流商社に内定したの。この中であなただけ高卒の低学歴よね。よくもまあ平気な顔してこの場にいられるわね。瑛太さんの母親の顔が汚らしいものでも見たかのように歪んでゆく。身内だから呼ばないわけにはいかないと、あちらの家の意見を汲んだのが間違いだったわ。今すぐ出て行ってちょうだい。身分の違いを思い知れ。俺の妹とお似合いの家族だな、と思った。確かに、これ以上ここにいても、俺に何のメリットもないだろう。わかりました。出て行きます。そう言いながら、俺はきびすを返す。ちょっと、夏男。はい、これ。
俺を止めようとする母親にご祝儀を押し付け、さっさとその場を後にした。身分の違いね。こっちのセリフですよ。部屋を出る前、そうつぶやいた俺の言葉は誰にも届かなかった。そして、式が終わって数日後。その日もいつも通りに準備して会社へ向かおうとする。しかし、扉を開けると、俺の家の玄関先に妹夫婦と瑛太さんの両親4人が揃って立っていた。お兄ちゃん、ごめんなさい。俺が驚き声を上げる前に妹がそう言って俺にすがりつこうとする。あまりにも不気味だったので思わず避けると妹は転んでしまった。いや、なんなの一体。お願いお兄ちゃん、瑛太の内定取り消しをなかったことにして。妹が泣きそうな顔でそう叫ぶ。そして俺は、ああ、そのことか、と納得した。俺は高卒で地元企業に就職したが、現在はとある大手化粧品の商社に勤めている。俺は働きながらメイクの研究をして、それを動画サイトにアップしていたのだ。その動画の一つがインフルエンサーに紹介され、SNS で大バズり。それが現在の会社の目に留まり、うちで働かないか、とスカウトされたのだ。現在、俺はその会社の広報課で働いている。しかし、俺の動画が会社の目に留まったのは、ただの偶然ではない。動画を紹介した上司には、私の幼馴染とは言ってないわよ。あなたの実力が評価されたの。そう言って笑うのは、俺の幼馴染である美香子だ。美香子は大学卒業後、この会社に就職。そして、俺の動画を上司に紹介して、俺が転職するきっかけを作ってくれた。いつも美香子は俺を助けてくれる。俺にとって最高にかっこいいヒーローだ。実家とはほぼ絶縁状態だったので、誰も俺が転職したことも知らない。瑛太さんは俺が所属している広報課に中途採用される予定だった。直接は会っていないが、履歴書の顔を見たので顔は知っている。あの日、親族控室で瑛太さんの顔を見たときは、飛び上がりそうなほど驚いた。嫌な予感がした俺は、こっそりとスマホの録音機能を起動。そして、俺が受けた罵倒の数々を証拠とともに人事に提出して相談したのだ。人事の担当者は、早急に対処します。と言ってくれてたが、まさか内定取り消しになるとは。会社から全部事情を聞いたの。まさかお兄ちゃんがあの会社に勤めてるなんて思ってなかったのよ。妹から久々にお兄ちゃん呼びされたが、あまりの違和感に寒気がする。思わず顔をしかめると、瑛太さんの両親はその場に土下座した。お願いします。あの日のことは謝罪しますから。瑛太さんの母親が叫ぶ。二人に続いて妹夫婦もその場に土下座し始めた。お願いします。俺、もう前の仕事辞めちゃってるんです。お兄ちゃんならなかったことにできるでしょ？あまりにみっともない4人の姿に、俺は思わず頭を抱えた。この前で、お前の旦那の本性はよーくわかったよ。こんな奴と仕事したくない。だから、内定取り消しはそのままだ。そんな。あと、お前今まで俺に言ったこと忘れたのか？あんなこと言われて許すわけねえだろ。俺の言葉を聞いた妹は一気に顔面蒼白になった。あんたたちも、よくもまあ初対面の俺に向かってあんな罵倒を吐いてくれたな。謝りますから。許すとでも思ってんの？そんなわけねえじゃん。ということだから、さっさと消えろ。これ以上付きまとうなら警察呼ぶぞ。俺がスマホを取り出すと、4人は慌てて俺の前から逃げ去った。まったく、厄払いでも行くかな。朝からとんでもない騒動に巻き込まれ、俺は深くため息をついた。その後、俺の両親から連絡を受けて事の顛末を知った。瑛太さんは無職になり、金に困り、実家に助けを求めたそうだ。
瑛太さんの両親は仕事が見つかるまで、と妹夫婦に同居を提案。ところが、瑛太さんの母親は同居した途端、妹に対し嫁いびりをするようになったのだ。妹は離婚したがっているけれど、無職で金もつてもなく、両親も妹を養う余裕はないからと、妹が帰ってくるのを拒んでいるらしい。そういうことだから、お兄ちゃんのあんたが助けてあげてよ。はぁ？絶対に嫌なんですけど。勝手に困ってろよ。俺には関係ない話だね。身勝手な母親の言い分に思わず切れて爽快し、母親が何か言う前に通話を切った。そして家族全員の連絡先をブロック。一応住んでいた場所も引き払ったし、これ以降奴らが接触してくることはないだろう。それから俺はそれまで以上に仕事に打ち込んだ。お金がある程度貯まったら、美香子に告白しようと思っている。今まで勇気が出ず、なあなあにしてきたけれど、これ以上ごまかしては男が廃るだろう。近いうちに美香子に告白することを夢見ながら、俺は今日も精一杯働いている。